Shinai naru yujin tachi, konnichiwa. Kore wa watashi ga 33 ka kokugo de tsukutta 33 bon no video no uchi no ippon desu. Hoka no hito no tasuke wa issai karidzu, kikai honyaku ki dake o tsukatte, kanzen ni jibun de tsukurimashita. 13年前、私はロシア語、英語、ウクライナ語の3カ国語しか知らなかった。その後、僕はドブロ語と呼ぶ独自の外国語学習法を開発し始めた。現在、僕は20カ国語以上のオーディオブック講義ニュースを聞き、特賞やドキュメンタリーを見ることができる。最初の外国語である英語を聞き取れるようになるには15年かかった。現在の僕の方法を使えば3ヶ月以内にドイツ語、フランス語、スペイン語、またはそれに類する言語をゼロから簡単なオーディオブックやニュースを聞くレベルまで習得することができる。今後のビデオでは私の考えの実践的な応用についてお話ししますが、ここでは僕の方法が他とどう違うのか一般的な概要をお伝えしたいと思います。語学学習において最も重要な目標はリスニング理解である。一度それができるようになれば、その言語を正式に学ぶのをやめた後でも、空いた時間に MP3 プレイヤーで聞いたり、オンラインビデオを見たりすることができる。そうすれば、言語を忘れないだけでなく、面白いものを聞いたり見たりしている間に、言語は勝手に上達し続ける。リスニングを習得したければ何万という単語を知る必要がある。どんなリスニングのコツも十分な単語を知っていなければ役には立たない。しかし単語を習得することは一般に考えられているほど難しいことではない。他の言語学習法は通常両極端のどちらかを選ぶ。あるものは数百の単語を選び出し、それを完璧に磨き上げる一方、それ以外のものは無視する。また、意図的に単語を勉強しなくても、受動的な読書やリスニングから勝手に記憶に入っていくと主張するものもある。私が考えたのは、この両極端の間の黄金比の見つけることだ。単語を勉強することは必要だが、それを効率的に行う必要がある。リスニングのためには単語を十分に覚える必要があるが、単語を一つ一つにあまりに多くの時間を浪費する余裕はない。話し言葉が理解できない場合、二つの理由が考えられる。語彙が少なすぎるか、リスニングの経験が十分でないかだ。前者の場合は、より多くの単語を読んで覚える必要があり、後者の場合は、リスニングにもっと時間をかける必要がある。この二つの状況を区別するために、私は WOPU、英語では Words per Unknown、未知の単語ごとの単語数と呼ぶパラメータを考案した。WOPU は文章中の知らない単語の割合に基づいている。ある言語を学び始めた当初、僕の WOPU は通常2から5の間である。WOPU が50から70の間になったら、僕は最初のテキストを聞き始める。WOPU はまた、学習が進んでいるかどうかをいつでも客観的に評価できるため、僕のモチベーションを保ってくれる。勉強の初期段階では、私は歌とトーキング辞書の単語以外は聞きません。リスニングの練習もしないし、簡略化されたテキストも聞かないし、読みながら聞くこともしない。もし僕が十分な単語を知らなければ、そのような小細工は役に立たない。そして、もし僕がすでに十分な単語を知っているのであれば、小細工は必要なく、従って小細工に時間を費やすのは意味がない。唯一の例外は2カ国語のフレーズのペアだが、これさえも必要ない。僕はそれらのフレーズをいくつかの言語だけで聞いてきた。
タイクツナ情報は覚えるのがずっと難しい。私の方法の鍵は本当に面白いテキストを読み、そこから単語を覚えることだ。テキストは本、新聞、歌、科学論文、ソーシャルメディアなど、個人的に興味のあるものなら何でもいい。僕は映画の字幕、文学作品、インターネット上の記事、ソーシャルメディアの投稿など、あらゆるものを学習に利用した。そして今でも、もしあなたが私にコメントを書いてくれたら、私はあなたが使っている単語で、私が知らなかったものをすべて書き留めて勉強します。面白い文章であればあるほど、そこから学んだ単語をよりよく覚えることができる。また、自分が興味深いと思うトピックについて読めば、自分の興味に対応する単語を覚えることができる。新しい単語を書き留めた後、僕は次の数日間、自分なりの暗記術を使って単語を勉強する。これは僕の方法の重要な部分であり、私の方法の背景にある一般的な哲学を説明した後のビデオで詳しくお話しします。私は非をやリストから言語を学ぶことはしない。色や数字や月のリストを暗記したりはしない。アルファベットの暗記もしない。僕が非をやリストを勉強するのは本当に必要な時か、すでに読書で得た知識を整理し向上させたい時だけである。教科書の筆記練習問題はやりません。オンライン翻訳機、文法規則、そして僕自身のリーディングとリスニングの経験を駆使して、実際の手紙、コメント、ソーシャルメディアのメッセージを書いています。私は通常、語学学習の初期には文法規則を勉強しない。せいぜい小さな冊子を立ち読みしたり、インターネットで入門記事を読んだりする程度だ。その言語に十分な経験がないうちは、その文法は退屈で覚えにくく、非常にがっかりさせられる。文法を本格的に勉強するのは、文法書に載っている例文の単語をほぼすべて知ってからだ。十分な文法書が見つからない場合は、教科書を使います。そうすることで簡略化された文章や会話やレビューの素早く読み、文法規則に集中することができます。フラッシュカード、ノート、一般的な単語のリストから単語を覚えることはしない。私に必要な言葉はすべて現実的で興味深いものを読んだり聞いたりすることで学ぶことができるし、記憶に新鮮さを保つことができる。僕はかつて書き留めて勉強した単語のリストは持っていない。読書中に単語の意味が理解できれば、その単語を知っていることになる。意味がわからなければ、たとえ何度か勉強したことがあっても、その単語を知らないことになる。その場合は、紙に書いてもう一度勉強する。人はしばしば、ある単語に時間を費やせば、その単語は自分の努力に感謝してくれるに違いないと想像する。そして、たとえその単語を忘れてしまったとしても、二度と覚えようとはしない。この態度は非常に間違っている。代名詞や前置詞のような重要な単語は何度も覚えなければならないことが多い。僕はダイアローグを学びません。実際の会話では完璧に暗記したフレーズを言う能力よりも即興で相手を理解する能力や語彙力の方がはるかに重要だ。僕と話してくれる人たちは僕の教科書のダイアログを読んでいない。彼らは僕が期待するようには答えてくれないだろう。私は自分の言語のほとんどで誰とも話したことはありません。そうする必要がなかったからです。しかし私は全ての言語を定期的に使用し、読んだり聞いたりして語彙を増やし、
話す必要があれば、最初の会話に必要なフレーズや単語を簡単に学ぶことができる。重要なのは、人が私に言うことを理解することと、受動的な語彙をたくさん持つことだ。語彙を使い始めるとアクティブになる。ほとんどの方法は、言語学習のすべての段階に適しているわけではない。教科書を読んだり、学校の授業を受けたりした後、次に何をすればいいのかわからなくなることがよくあります。私の方法では、0から好きなレベルまで言語を学ぶことができます。母国語の本を読むときも、僕の方法を使って単語を書き出し暗記しています。私の方法を使うには、ペンと紙を買う以外にお金を使う必要はない。インターネットで無料のテキストを読んだり、歌を聴いたり、辞書を使ったりすることができる。多くの場合、これは高価な紙の教科書や辞書よりもはるかに便利で役に立つ。僕の方法を使うのに、先生、教授、特別なウェブサイトは必要ありません。もしあなたの言語知識を完璧なものにしたいのであれば、私のビデオでお願いしているように、ネイティブスピーカーに批評してもらえばいいのです。いずれにせよ、文法書、教科書、オンライン記事を読めば、その言語に関する必要な情報は全て手に入る。そして、単語を覚え、リスニングし言語になれることは、常に自分でやらなければならないことだ。それを教えるのは不可能だ。次回のビデオでは、これらの考え方のそれぞれについて詳しく説明します。私の方法の一般的な哲学と特定のテクニックの両方についてお話しします。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをお願いします。ありがとうございます。